今回は東海道新幹線のスマート EX のご紹介をしたいと思います。東京新大阪を走る東海道新幹線にはスマート EX というスマホ一つで楽に新幹線に乗れる便利なサービスがあります。以前 JR 東日本の東北新幹線や北陸新幹線などで使える新幹線 e チケットをご紹介しましたが、その東海道新幹線バージョンです。旅行はもちろん出張や通勤でも気軽に使えるサービスで、新幹線がお得になる割引サービスもあります。今回も実際に新幹線に乗りながらスマート EX をご紹介していきます。より情報をたくさんお届けできると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずスマート EX について簡単にご紹介します。スマート EX は東海道山陽新幹線、そして九州新幹線で利用できる予約サービスです。年会費無料で利用でき、新幹線の切符を事前にスマホで予約し、交通系 IC カードや QR コードで改札を通過することができます。紙の切符を発券する手間が省けてスムーズな乗車が可能になります。スマート EX ともう一つ EX 予約というものがありまして、こちらも東海道山陽新幹線、九州新幹線を利用できるんですが、こちらは一年中会員価格で利用できる会員制のネット予約サービスです。 JR 東海エクスプレスカードというクレジットカードを発行するか、お手持ちのクレジットカードに EX 予約の機能をつける方法の2つがあります。年会費は1100円で、どちらもクレジットカード会社の審査があります。乗車するときは審査が通った後に届くエクスプレス予約専用 IC カードで乗るか、お手持ちの交通系 IC カードで乗ることになります。こちらは東海道新幹線に頻繁に乗る人向けのサービスです。スマート EX はその EX 予約のお手軽版というポジションにあります。スマート EX と EX 予約の違いについてはこちらの動画でご紹介したので、ぜひ合わせてご覧ください。スマート EX の最大のメリットは余計な手続きなどせずにチケットレスで新幹線に乗れる点です。券売機や窓口で切符を購入する必要がなくて、スマホや IC カードを使って簡単に改札を通過できます。また発車4分前まで予約の変更ができるので、急な予定変更があっても安心です。もちろん料金面でもメリットがあります。こちらが冒頭でもお伝えした割引サービスのことです。例えば EX 早得などの割引運賃があり、通常よりも安く新幹線に乗ることができます。一方で EX 予約ならではの割引もあるため、頻繁に新幹線を利用する人は EX 予約を検討すると良いでしょう。そしてスマート EX は東海道山陽新幹線、九州新幹線のみで利用ができまして、東北新幹線や上越新幹線などの JR 東日本の新幹線は使えません。スマート EX を活用すれば新幹線の乗車がよりスムーズで便利になります。それでは実際に東海道新幹線に乗りながら使い方をご紹介していきます。東京駅にやってきました。この日は新横浜に行く予定があったんですが、奮発して新幹線に乗ることにしました。実際この東京新横浜は通勤で利用する人も結構多いようで、これを知った時乗る人はすごい時間の使い方がうまいなと思いました。スマート EX の予約方法はとてもシンプルです。まずスマート EX の公式サイトやアプリで会員登録をした後、クレジットカードと IC カードを紐付けます。その後アプリやウェブから乗車する新幹線を選んで予約を確定します。乗車当日は登録した IC カードやスマホを改札機にタッチするだけで新幹線に乗ることができます。とささっと言いましたが、もう少し丁寧に解説していきますね。スマート EX にログインをしたら新幹線の予約をしていきます。会員登録をしていることを前提に話を進めていくので、登録は事前に済ませておいてください。ログインをするとこのような画面になります。今回は自由席に乗るため自由席の予約をタップします。乗車日と乗る駅、降りる駅を選択すれば OK です。自由席はその日の自由席がある新幹線ならどれでも乗れますので、都合のいい新幹線に乗っていきましょう。指定席の場合は乗る駅と降りる駅に加えて列車の指定と座席指定をする必要があります。自由席の値引きはありませんが、指定席は通常料金より200円安くなります。例えば東京名古屋なら乗車券と指定席で11,300円なんですが、スマート EX 経由で予約をすると11,100円になります。そして今回の東京新横浜の料金は乗車券と指定席で3,010円、乗車券と自由席で1,380円と倍以上値段が変わりますので、
この区間の移動は自由席一択です。クレジットカードで決済が完了したら、今度は交通系 IC を紐付けする画面になります。ここで SMS 認証があるので、パスワードを入れて交通系 IC の紐付けをしましょう。カードタイプなら券面裏の17桁の数字、モバイル Suica ならインフォメーションマークを押せば分かります。モバイル Suica を利用すればスマホ一つで新幹線に乗れてしまうので、モバイル Suica での登録が個人的にはおすすめです。ちなみに交通系 IC カードもモバイル Suica もないよという方は QR コードで紙の切符を発見することができます。予約一覧から受け取りコードを表示すればこんな感じの QR コードが出てきます。これを東海道新幹線の駅にあるこの青い端末にかざせば発見することができます。ここでちょっとした豆知識なんですが、東京駅から乗る場合、八重洲改札の北側にある日本橋口改札の利用がおすすめです。というのもお盆とかで混雑する時期でも比較的空いている改札なので、そもそも行列で改札に入れないっていう時はこちらを利用してみてください。意外と空いてることが多いです。それでは新幹線に乗っていきます。 JR 東日本と違って東海道新幹線は EX ご利用表が出力されます。これいらないって思ってるんですけど、どうにかならないんですかね。自由席なので、のぞみだろうと光だろうとこだまだろうと乗り放題です。今回はタイムイズマネーということで、一番早く出発するのぞみに乗りたいと思います。ちなみに新横浜は全ての新幹線が止まります。新幹線を見てると旅行したくなりますが、今回は2つ先の新横浜までの乗車です。僕新幹線が好きなので、仕事などで毎日乗れる人が本当に羨ましいと思っています。これから乗るのぞみ号なんですが、のぞみの自由席は前よりの1号車から3号車が自由席ですが、2025年3月15日のダイヤ改正から3号車が指定席になります。なので2両だけの自由席になってしまいます。より自由席の競争率が上がりそうですよね。光の自由席に乗るという選択肢も考えた方が良さそうです。撮影日は平日のお昼だったんですが、自由席に並ぶお客さんがたくさんいて、一つのドアの前に20人近くはいました。車内の清掃と確認が終わり、車内へ入ります。無事に座れたんですが、窓側は全部埋まっていて、通路側もちらほら座っている人が多かったです。東京駅を出発し、新横浜までは約17分です。在来線だと 4,50 分かかるので、新幹線はやっぱり偉大ですよね。ここではスマート EX の割引をいくつかご紹介していきます。スマホや交通系 IC カードで乗れるスマート EX ですが、お得に乗れる割引もあります。 EX 早得3とか EX 早得7のような商品がたくさんあり、パッと見ごちゃごちゃしてますよね。これは2025年4月24日の乗車分までの商品になります。そしてこちらがリニューアルした早得商品です。全部で9つあった早得商品がほぼ半分の5つに減り、より分かりやすくなりました。2025年4月7日から発売開始で、5月7日の乗車分から利用ができます。ここでは簡単にリニューアル後の早得商品を5つご紹介していきます。1つ目が EX 早得1です。乗車日前日までの予約で、のぞみ、光、こだまの自由席をお得に利用できる商品です。東京から米原までの移動に使えまして、新横浜や静岡などの比較的近距離で使う人に向いています。2つ目が EX 早得3です。これは EX 早得3、EX グリーン早得3ワイド、EX こだまグリーン早得3が合体したものです。乗車日3日前までの予約で、のぞみ、光、こだま、みずほ、さくら、つばめのグリーン車がお得になります。こちらは乗車券と特急券が一体になった商品です。例えば東京新大阪のグリーン車は 19,590 円なんですが、 EX 早得3を利用すると 16,560 円になります。なんと3000円近くもお得になるんです。グリーン車で移動したいビジネスマンには向いているなと思います。3つ目が EX 早得7です。リニューアル前は東京から岡山、広島、博多といった遠距離の設定しかなかったんですが、リニューアル後は東京、静岡、名古屋、京都、大阪といった東海道新幹線の区間でも指定席の利用ができるようになります。で、今回のぞみは設定されておらず、光とこだまだけの設定なんですが、それでも光に乗れるのはとても大きな変化です。ちょっと前まで光に乗れる早割とか全然なかったので便利になったなと思っています。のぞみに乗りたい人は次ですね。4つ目が EX 早得21です。 EX 早得21ワイドという名前からリニューアルしました。
乗車日21日前までの予約でのぞみの普通車指定席がお得になります。お出かけすることが確定している人はこの EX はやとく21を使うのがベストでしょう。先ほどの光とこだまが乗れる EX はやとく7と乗れる区間がほぼ一緒なんですが、のぞみの方が少しだけ料金は高めに設定されています。もちろんそれでも通常料金よりはお得です。例えば東京新大阪の移動の場合、通常料金は 14,720 円、 EX はやとく7は 12,490 円で、 EX はやとく21は 12,980 円です。通常料金と EX はやとく21の差は1,800円、通常料金と EX はやとく7はなんと 2,200 円近く差があります。これだと名古屋で味噌カツ食べたり、大阪でたこ焼きやお好み焼きが食べられますよね。名古屋や大阪へ行くことが確定している人はどちらかを選んで使ってみてください。そして最後5つ目が EX ファミリーはやとく7です。乗車日7日前までの予約で光こだまの普通車指定席がお得になります。先ほどの EX はやとく7と違うのは2名から6名の予約で使えるという点にあります。だからファミリーがついているんです。子供料金もあるので家族でお出かけの場合には使えますよね。ちなみに家族じゃなくても友人やカップルで出かける場合もこちらを使うことができます。2名から使えるので、カップルとかご夫婦で使うっていうのも全然いいんじゃないかなと思います。こちらはですね EX はやとく7より少し安くなりまして、東京新大阪は1人12,000円です。子供はその半額の 5,990 円でとてもお得です。これがリニューアル後のはやとく商品です。スマート EX の会員登録を済ませてぜひ使ってみてください。そんなスマート EX にも注意点はあります。一つ目は東海道山陽新幹線、そして九州新幹線のみの対応ということです。二つ目はスマート EX の利用には交通系 IC カードか QR コードが必要。この2点ですね。ぜひ押さえておいてください。スマート EX は旅行にももちろん使えますが、どちらかというと片道だけ使いたい人だったりビジネス利用で使う人向け感があります。もし旅行で使うのであれば JR 東海ツアーズのずらし旅やプラットこだまの利用がいいなと思っています。僕も京都や大阪への旅行ではいつもずらし旅とてもお世話になっています。ずらし旅とプラットこだまについては別動画でご紹介したのでぜひご覧ください。品川駅を出発して次は新横浜なんですが、途中から横須賀線の線路と並走して多摩川を渡っていきます。タイミングが良ければ湘南新宿ラインや横須賀線の電車などを猛スピードで追い抜くところが見れます。武蔵小杉を過ぎたらすぐに新横浜到着のアナウンスが流れます。本当あっという間に新横浜に着いてしまいます。17分で新横浜に到着しました。ここからのぞみ、光、こだまはそれぞれ停車駅が変わっていきます。今回はのぞみに乗ったわけですが、寝過ごしたら次は名古屋なので、もし寝過ごしたらとんでもないところまで連れて行かれてしまいます。寝過ごしには本当に気をつけてください。この新横浜駅ってかなり面白くて、日本一出入り口の差が激しい駅だと僕は思っています。こちらが新横浜駅の南側にある篠原口のロータリーなんですが、自転車や住宅が並んでてのどかな景色が広がっています。ですが駅の北側はこんな感じです。キュービックプラザという商業施設が建っていて、飲食店やお土産屋などのお店がたくさん並んでいます。日産スタジアムのライブで利用する人は基本こっち側を利用するんですが、反対側は驚くほどのどかな景色が広がっていました。本当に同じ駅なのかと思うレベルです。このギャップを見に新横浜へ行くのも面白いと思います。あと駅前からは IKEA への無料シャトルバスが出ているので、新横浜へのお出かけついでに行ってみるのはおすすめです。ということで今回は東海道新幹線で使えるスマート EX をご紹介してきました。片道だけの利用や数日先の乗る日が決まっている人には特におすすめのサービスです。頻繁に東海道新幹線に乗るなら冒頭でご紹介したスマート EX を、旅行で利用するなら JR 東海ツアーズのずらし旅やプラットこだまを使う、こんな感じの分け方がベストです。ぜひ利用してみてください。このチャンネルでは旅行や鉄道に関するお得な情報やサービスのレビューをお届けしています。現在チャンネル登録者1万人を目指して日々活動しています。面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録や高評価をぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお待ちしています。